画用紙に角丸しようと思ったら抜けなくなりました。ブンブンカワカワ文川です。さっきこっちの角丸やった時に一回抜けなくなって、なんとか抜いて、で、こっちもやったらやっぱり抜けなくなったので、画用紙とこれの角丸は相性悪いみたいです。皆さんお気をつけください。そんな話はさておき、6月の文房具店巡りで、実は文房具店巡りが1周年を迎えました。私の趣味って感じで文房具店巡りしていまして、1ヶ月に1本のペースでいろんな文房具店に行った様子をお届けしている、そんなシリーズが文房具店巡りシリーズです。これまでに12店舗の文房具店をご紹介してきまして、まだ12店舗しか紹介していないんですけれども、1年経つとお店の事情とかもね、いろいろ変わってたりするんですよね。私が動画を撮った時と状態が変わっているお店とかもあるので、アップデートも兼ねて文房具店巡り1周年の振り返り、それから、今後のね、お話とかそういうのをしていこうと思います。よければ最後までご視聴ください。文房具店巡りは皆さんに動画で共有しているんですけれども、私の趣味の一環でもあるので、実は行ったお店に関しては M5 スクエアに簡単にまとめてます。こんな感じで行ったお店の写真、そして右ページにはその行った感想とかね、そういうのを書いています。まず文房具店巡りのスタートで行ったお店が、東京の小田急線の経堂っていう駅にある春風社さんです。店内こんな感じの外観をしております。ちょっとレトロな雰囲気のあるお店なんですけれども、とても素敵です。これぐらいの正方形の日めくりカレンダーとか、偉人の名言か本のタイトルか忘れちゃったんですけれども、何かそういうのが書いてある鉛筆とかが有名だったりします。ゆるい感じの格子のテープを買ってきたんですけれども、これめちゃくちゃ可愛くて結構気に入ってます。これから下半期に突入して、このね、日めくりカレンダーまた予約販売とか始まると思うので、ぜひね、その日めくりカレンダー気になってる方とかは、アンテナ張り巡らしてチェックしてみてください。2回目の訪問で訪れたのが、押上にあるシングス&サンクスさんです。スカイツリーのね、すぐそばにあるお店です。ここはヴィンテージものの雰囲気のお店ですね。紙物雑貨とか、あとは洋書みたいな感じですね。コラージュとかに使えそうな本とか、そういうのが置いてあったり、自分で色を選んで作るクリームソーダみたいのが有名なお店です。結構いろんな YouTuber さんね、ここ行ってらっしゃって動画とかもね、たくさんあると思うので、チェックしてみてください。店主さんもね、すごい明るくてポップな感じで優しい方です。ここのお店、押上にあるって言ったんですけれども、確かね、立ち退きかなんかになっちゃうのかな。そういった事情みたいな形で、今ある押上のお店は7月いっぱい、今年の7月いっぱいぐらいでお店終わっちゃうみたいなんですよ。移転先は決まってるみたいなんですけれども、閉店っていうよりも移転っていう形になるんですけれども、ただその今までのクリームソーダとか、ちょっとカフェ的なメニューですよね。そういった部分が次の移転先ではできないっぽいんですよね。今のクリームソーダとかを飲みたいんだっていう方は、あと1ヶ月ぐらいですね、猶予がありますので、今のうちに行かれることをお勧めします。とにかくね、このシングス&サンクスさんに行ってみたいなって思ってた方は、ぜひ Twitter とかインスタとかチェックして、アンテナ張り巡らしてみてください。私がね、訪問した時、クリームソーダじゃなくて、ビールを飲んだんですよ。ビーカーみたいな感じの入れ物に入ったビールでして、映えるんですよ。今のうちに映える飲み物の写真も撮れるのでおすすめです。続いて訪問したのが、東京の国立ですね。西側の方にあるんですけれども、金文堂さんです。国立にもともと金文堂っていう、普通のね、いわゆるザ文房具屋さんっていう感じのお店があるんですけれども、そこの支店っていうか、分店っていうか、そういう形でして、高級筆記具に特化したお店です。そんなに広いお店ではないんですけれども、とても居心地の良い空間です。私はここで壁子スペシャルのシャープペン購入してるんですけれども、支出させてもらったり、いろいろと相談させてもらったり、購入することができました。高級なペン買うときってやっぱり文房具屋さんの圧迫感とか苦手な人とかいらっしゃると思うんですけれども、ここはのんびりと選べると思いますのでおすすめです。万年筆、ボールペン、シャーペンに限らずノートとかもありますので、ちょっと置いてあったりしますので、ぜひいろいろ試し書きとかして楽しんでみてもらえればと思います。
東京の西側にもこんなにね、素敵なお店があるんだよってことでご紹介しております。続いて、カルトレリア新宿ですね。新宿東口の紀ノ国屋書店の地下に入った文房具屋さんです。ちょっとね、もっといい写真あるだろうっていう感じなんですけど、すいません、なんかね、これを入れたかったらこんな感じになってしまいました。ここはちょうどオープンしてほやほやぐらいのタイミングでお邪魔してご紹介させていただきました。このお店、大きいし、プロッターがしっかり展開されているお店です。もともとカルトレリアって吉祥寺にもあって、吉祥寺は閉店しちゃったんですけれども、吉祥寺時代からプロッター取り扱ってますし、このオープン当時は結構レアなプロッターのアイテムとかも並んでいましたし、いいお店ですよ。プロッター好きの方はね、ぜひ一度行ってみてもらえればと思います。カルトレリアさんではね、このスタンプ購入しています。ちょっとね、配色のセンスがないので、あれって感じです。気にしないでください。続いて、文具ボックス表参道店にお邪魔しています。表参道の裏路地のなんかひっそりとしたような場所にある万年筆屋さんみたいな感じだったんですけれども、ここもね、情報がアップデートされまして、お店が移転しちゃいました。表参道じゃなくて今ね、神保町に移転されたみたいです。新しいお店になってからまだお邪魔してないんですけれども、表参道のところよりも広いんじゃないかなってね、勝手に思ってたりします。ガラスの靴みたいな形をしたインクボトルがあったり、なんかそれに合わせて王冠みたいななんかね、そういうのが付けられるっぽいのがあったりね、ここにもオリジナルの文房具とかありますので、ぜひチェックしてみてください。何気に神保町周辺、神田エリアもね、結構文房具屋さん多いんですよね。あの辺、文房具散策するのも楽しいと思われます。続いて、アンコーラ銀座店に行きました。アンコーラも有名な、万年筆、インクのお店ですね。なんか、この辺、金文堂ドットあたりから万年筆とかそっち系のお店を中心に巡ってる感がありますよね。なんかね、そんな感じの流れが来てます。ただ私はまだそこまで万年筆とかインクとは仲良くなれてないと思うので、万年筆とかインクは購入していません。ここのお店といえばやっぱりカスタムの万年筆ですよね。自分でパーツ好きなの選んで作る万年筆が有名だと思うので、一度は手にしてみたいなっていう気持ちもあります。セーラーさんの万年筆やっぱりいいって聞くので、セーラーさんの万年筆ってどんな感じなのかなっていうのもね、ちょっと気になったりします。もうちょっと万年筆とかインクと仲良くなれたら、今度はね、カスタム万年筆、それにね、チャレンジしてみるのもいいのかな。たまたま行った時に限定のインクがありまして、パンジーの絵柄のボトルに入ったインクだったんですけれども、めちゃくちゃいい色だったんですよ。忘れられなくて貼ってるんですけれども、これね、バーガンディの色です。めちゃくちゃいい色ですよね。万年筆とインクがセットになったタイプだったので、泣く泣くね、見送ったんですけれども、近しい色を相談して、931番が私は今のインク使い切ったら、この931番手にしてみるっていうのもありかなとかね、そんな風に思ってます。私は万年筆沼でもインク沼の人間でもないんですけれども、とりあえず勇気を持って店員さんに声かけてみると、意外と世界広がるかもよっていう、そんな感じのお店でした。続いて手紙社セカンドストーリーと本とコーヒーのお店にお邪魔してます。このお店は手紙社さんですね。紙箔とかを主催される手紙社さんのお店です。2階がこの手紙社セカンドストーリーでして、1階が本とコーヒーっていうね、2つのお店があるんですよ。2階はカフェ、それから文房具とか雑貨ですね。なんかアクセサリーとかが売ってたり、食器が売ってたりとか、そういう感じのお店です。で、下の本とコーヒーはちょっとしたカフェスペースがあって、本と文房具があるお店です。1階と2階で微妙にカフェのメニューが違ったりとか、置いてある文房具も同じものもあれば違うものもあるので、ぜひここに行った際は両方のお店チェックしてみてもらえればと思います。手紙社さんのお店っていろんなところにあるんですけれども、ここから20分くらいかな、15分くらいかな、歩いたところに確か本店っていうのかな、団地の中みたいなところにもお店がありますので、気が向いたらそっちに足を伸ばしてみるとか、そういうのも楽しいと思います。続いてシンクオブシングスさんですね。こちら原宿にあるお店です。
最近文房具屋さんでカフェが併設されたお店増えましたね。ここは国用さんが運営するお店ということで、国用のね、商品が結構中心に並んでいます。ただ、一般的な国用の商品っていうよりも、ちょっとおしゃれな感じをイメージしてもらえればと思います。食料野鳥とか有名なんですけれども、その野鳥の表紙のレパートリーとかがたくさんあったり、箱押しができたりとか、あとちょっとした革小物があったりとか、事務用品もたくさんあるんですけれども、見たことのない事務用品とかもあったり、家具もあったり、なかなか面白いお店です。カフェも割と空いていたので、お茶の時間にふらっと立ち寄ってみるとか、そういうのもね、いいのかなと思います。それから MT ラボですね、蔵前に行ってます。ここはマステの MT の専門店です。こんな感じで店内にね、ずらーっとマステが並んでいます。ここはね、動画撮影 NG で写真なら OK ということだったので、写真でご紹介しているんですけれども、すごい量のマステがありましたよ。文房具屋さんのマステコーナーも結構マステたくさんありますけれども、コーナー小さかったりしてなかなかゆっくり見れなかったりすると思うんですけれども、ここならたくさんありますし、ゆっくり見れますので、なかなか楽しかったです。結構頻繁にいろんなイベントされてたり、お店限定のマステもあって、楽しかったです。ここではこんな感じでミナペルホネンっていうんでしたっけ？この可愛いウサギさんのマステを購入してみました。続いて記憶に新しいと思うんですけれども、武雄見本町本店に行ってきました。プロ向けのお店かなっていう感じのお店でした。武雄ペーパーのショールーム的な感じでして、1階でひたすらとにかくペーパー類を選ぶ。で、2階は展示コーナーみたいになっていて、なんかイベントの展示会みたいのが開催されてます。私がお邪魔したのはゴールデンウィーク中だったんですけれども、ちょうど日本タイポグラフィー展みたいな、なんかそういう感じのイベントをされてまして、それも入場無料だったので見てきたんですけれども、なかなか面白かったですよ。実際に触って見ることとかもできたので良かったです。その様子はですね、TikTok の方にちょっと上げてるので、気になる方はぜひチェックしてみてください。貼る順番間違えたかな。それからタッチ&フローにも行きました。タッチ&フローは日本橋にあるデザインフィルが運営するお店です。私はもともと MD ノートからスタートして、とにかくデザインフィルの商品好きなんですよね。だからデザインフィルが好きな人はここも好きです。なんせ脂質の紙が MD ペーパーですし、MD の商品もあれば、ノックスの商品もあったり、プロッターがあって、トラベラーズノートがあって、もうね、最高の空間でした。どこを見てもとにかく素敵な空間ですので、ぜひ時間をかけてゆっくりと見て回ってほしいなと思います。ポストカードもたくさんあるので、ポストカード選びに行かれるのもおすすめします。そしてラストですね、アンジェラ・ビサント神田スクエア店です。これが6月に公開した小川町の文房具店ですね。ここね、私何気にちょこちょこ行ってます。前から東京駅のアンジュビローが好きだって公言しているんですけれども、その系列店でして、私はね、どちらかというと、アンジュビローよりも、こっちの小川町の方に行く方が多いかもしれません。ここもね、頻繁にディスプレイ交換されていて、2週間後に行ったらまた違うとか、そんな感じだったりするので、結構ね、楽しいんですよ。おすすめです。ここで購入したカリグラフィーのペンをね、実際に書いてみたやつなんかも貼ってみました。こんな感じで。ってことでこの1年で今紹介した12店舗に訪問してきました。もちろん文房具店巡りの動画以外でいろんな文房具店に行っているので、もっと行ってるお店は多いんですけれども、またそういったお店は随時紹介していきます。振り返りが終わったので、ちょっとね、今後のこの文房具店巡りについてのお話をしようかなと思います。文房具店巡りは私の趣味的な感じで月に1本動画投稿させてもらってるんですけれども、これはね、今後も継続してゆるーくやっていこうかなと思っています。東京にはまだまだ文房具店たくさんありますし、行ってみたいところ行ったけれどもまだ紹介してないお店とかね、たくさんあるんですよ。そういうのをね、また紹介できればいいなと思いますし、最近は移動がね、割と自由になってきたので、いろんなところにお出かけして、そこの文房具店とかそういうのもご紹介できたらいいなと思ってます。
もしうちのお店に来て撮影してもいいよっていうお店があれば気軽に教えていただけると嬉しいです。私の文房具店巡りにちょっと同行してみたいってね、言ってくださった方とかもいらっしゃるので、今後はその方とね、タイミングが合えば文房具店巡り一緒に行ってみたり、あとはですね、オンラインサロンを作るんですけれども、オフ会とかそういうのを考えてもいいかなと思ってるんですよ。例えば文房具店巡り行くんだけれども一緒にどうですかってね、そういうお誘いとかしてみるのもいいかなって思ったりもしているところです。配信者さんで私と交流のある方であれば全然気軽に一緒に行って撮影しますし、そうでない方であれば、そうではない視聴者さんであれば、普通にコミュニティサロンに入会していただいて、そちらのオフ会とかそちらの情報をお待ちいただくか、リクエストしていただければと思います。もしご興味があればっていう形ですけれども、文房具店巡りね、一緒にいかがでしょうかという、そんなお誘いでした。文房具店巡りも第2シーズンに入るんですけれども、こうね、今まで地道にやってきたものがね、そうやって一緒に行ってみたいとか言ってくれる人が出てくるまでになったんだなってね、ちょっと感慨深いものがあります。今後もゆるっと気長に続けていきますので、お付き合いいただければと思います。東京に限らず、ここの文房具店おすすめですよとか、そういう情報ありましたら気軽に教えていただけると嬉しいです。私もその地域にお邪魔した時に寄ってみようとかね、そういう風なリストとして使えますので、ぜひ気軽に教えてください。ということで今日は文房具店巡りの振り返り、そして今後の抱負についてお話ししたところで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の投稿をお楽しみに。